アメリカ合衆国。大戦争への不介入を貫いた合衆国は、1920年代、最悪ともいえる経済停滞を体験し、その停滞さえも25年のイギリス革命により崩壊、未曾有の大恐慌が合衆国を襲った。失業と社会不安が拡大する中、政府の政策はほとんど意味をなさず、国内では社会主義政党や過激右派が台頭。合衆国は南北戦争以来の分断状態に向かっている。正常期は今も翻る。だが、その元に一つのアメリカはない。ででん！ハローエブリワン！カイザーライヒの世界にようこそ！合衆国海軍の音町ウナだよ。どうも、合衆国陸軍のニューイングランドキリタンです。ということで今日は、分裂する運命にあるアメリカで遊んでいきます。最新バージョンで改修が入り、少し内容が変わった国家ですね。ウナたちの手腕で、華麗に内戦を回避していこう。それじゃあ合衆国の現状を見ていきますか。そうだね。どれくらい改革が必要なのか把握しなきゃ。今の合衆国は、20年代より続く大恐慌。これの影響がダントツでヤバいです。すでに手遅れみたいですね。長い恐慌は急進派の台頭を招き、農民労働者党を中心とした左派勢力の支持を集めています。これだけ大きなデバフがあると、建築も生産も満足にできなそう。と思いますが、民需工場が多すぎて、これでも結構稼働しています。さすがアメリカ。特に意味はないけど、南部に軍需工場を建てていくよ。次は政府を見ていきますか。今の大統領は民主党のアルフレッド・スミス。現在2期目ですね。彼のおかげで最悪な状況からは脱却できましたが、未だに積極介入を実行していないため、不況の長期化を招いています。この状況の脱却のために、民主党では派閥争いが始まっていて、南部の党員とヒューイ・ロングが、ロング派として急速に勢力を伸ばしているよ。左派だけでなく、右派の台頭も招いてしまったわけですね。そういえば、ちょっと前までは、ロングは民主党じゃなかったよね。そうですね。前まではアメリカ第一党として独立していましたが、直近のリワークで大幅に変更されています。史実でも民主党のポピュリストでしたし、問題ないですね。これで現状も大体わかったね。国家方針を進めて、強行から脱却するぞ。どうやら最初は、社会保障法の制定から始まるみたいです。社会保障法は、老後の年金制度みたいだね。特に農民労働者党やロング派が推し進めていた政策なので、この法案の可決は彼らの影響力を削ぐことにつながるでしょう。大丈夫かな？ロング派は今回の法案を支持してくれるみたいですね。民主党は、とりあえず団結して法案可決に挑めるでしょう。しかし、現実は非常。ベルリンで株価が大暴落したよ。恐慌はアメリカにも直撃。あれ、思ったよりは大丈夫そう。マイナスにマイナス足してるだけだから、なんとも言えない。オーバーフローしてプラスになってほしい。と思ったら、恐慌の衝撃で社会保障法が廃案になっちゃった。せっかく過激派の影響を削ぐチャンスだったのに。この法案の廃止は議会の混乱を呼び、民主党は分裂の危機を迎え、急速に支持を失っているみたいです。なんか、とんでもないデバフが増えてない？しかし、このまま黙って議会の崩壊を見ているわけにはいきません。そうだね。一番苦しいのは国民なんだから。次の法案、ガーナー・マクナリー案を提出しよう。これは民主党のガーナーと共和党のマクナリーが提出した緊急経済法案です。でも、左右の過激派は、法案の修正を求めているみたいだよ。うるさいですね。今議会に、そんな余裕ないんですけど。法案の可決には、過半数の支持が必要なんだよね。どこかの派閥とは妥協しないと厳しそうだよ。しょうがないのでロング派と妥協しますか。多少、彼らの支持が伸びちゃうみたいだけど、同じ民主党だから問題ないね。本当に問題ないんですかね。ほら、早速支持を得たロングが民主党指名選挙に向けて準備してますよ。まあ活動するだけなら自由さ。ほらほら、法案の投票が始まったぞ。ガーナー・マクナリー案は僅差の末、可決。やった。これでアメリカは安定を取り戻せるよ。ネタバレ、取り戻せません。大量解雇？せっかく緩和された大恐慌のデバフが復活しましたね。そして、失業者を取り込んだ左派政党がどんどん力を伸ばしているみたい。ちなみに、社会主義者の影響が強い州には、固有の補正がついていたり。そんな仕様あったんだ。社会主義者のリーダーを決めるイベントですよ。農民労働者党か、社会党か選べるんだね。まあ、今回は彼らが勝つことはないので、適当に選んでおくよ。社会主義者に続き、共和党でも、党のリーダーが決まるみたいですよ。こっちは重要なイベントだ。共和党の候補には、主流派のランドンと反主流派のボラーがいます。ランドンは、バニラでも見る人だよね。史実の36年の選挙では共和党の代表でしたからね。だけど、今回は、ボラーを代表にするよ。そして最後は民主党。ですが、候補として有力だったロングは、なんと党から脱退。選挙を控えている、このタイミングで？南部の反動的の議員やポピュリスト、大企業の力を借りて連合党を結成したみたいです。民主党、共和党、農民労働者党に続く新勢力の登場ってことだね。それで、このイベントは何？これはロングが大統領になった場合の、
副大統領を決定するものですね。副大統領の選択そのものが、選挙運動の方向性を決めることになるみたいです。今回は、南部のナショナリスト的な運動を採用。ジョージア州知事のユージーン・タルマッチを引き込んだみたいだね。白人至上主義、彼を候補にしたことで、ゼネラルモーターズやフォードの資金提供も受けられるようになったみたいです。この政党、新興勢力なのに随分強いな。さて、各政党で代表が決まったので、36年の大統領選挙の時間です。勢力もだいぶ増えたし、どんな結果になるか予想もできないね。それじゃあ結果を見ますよ。マジかよ。まさかの勝者なし。ロング派の分離と農民労働者等の想像以上の伸びが今回の膠着の原因です。選挙の結果はこんな感じですね。民主党の主要部だった南部の離反の影響がすごい。農民労働者党と共和党がほとんど僅差ですね。この場合、過半数を獲得した政党がいないので、決選投票で大統領を決めます。いわゆるデッドロックってやつだね。さて、それでは第75回連邦議会を始めましょう。とりあえず、国家の危機を回避するためには大統領を選出しなきゃ。決選投票では、農民労働者党のオルソン、共和党のボラー、連合党のロングの3人から選ぶことができ、民主党は指名候補から除外されたみたいです。ということは、民主党がどの党の代表を支持するかで、大統領が決まるわけだ。さすが音町、その通りですよ。それじゃあ、今回は共和党と合流しよう。これで、民主共和連立が結成され、ボラー大統領が誕生しました。アメリカの民主主義は守られたのだ。しかし、私たちが選挙に目を向けている間、アメリカ国内では、恐慌の影響がどんどん波及。緊急経済案も、大きな効果は発揮できなかったね。さらに、一部地域では、社会主義者がストライキを扇動しており、予断を許さない状況です。ブラックマンデー以降、さらに混乱が続くアメリカ。そんな中、ついに37年、共和党のボラー大統領が就任。彼と共に、アメリカを過激主義から守りましょう。新しい NF が解禁されたみたいだね。ボラー大統領の場合のみ、西部に再び投下を、が取得できるようになります。これで、過激主義者に対して、より積極的なアプローチを取ることが可能になりますね。なんと、対話で過激派を抑えることができるんだね。今回我々が引き込むのは、南部のロング。各地でテロを起こしている赤よりは話が通じそうな相手だ。ここから出てくるゲーム式のイベントで、彼らを引き込みましょう。最初は、ロング派に対して、どのような態度で交渉するか。全部話してたら、動画時間がとんでもないことになるから、詳しくは左の解説を見てね。ということで、ここは、強気な態度で交渉しましょう。ルナたちだけじゃなくて、社会主義者たちも行動を始めたみたい。正確には、一月後に労働者主催のコックス神父が貧困者や労働者を連れて、ワシントンを進軍するみたいです。調べてたら、史実の32年でも似たようなことがあったみたいだよ。これにより、今度は新しいディシジョンが出てきました。あと40日で、自動的に更新が行われるみたい。防ぐ方法はないの？さすがにここまで来ると、彼らを止める手段はありません。この日数で10年間の失業者を救済し、停滞していた経済を再生する術はありませんから。社会主義者の影響が強い州は、政府からの離反の準備をしているみたい。社会主義者といっても思想は様々みたいですけど、嫌な兆候ですね。とりあえず今は話し合いだ。2勢力から挟まれる状況だけは避けなくてはなりません。早速、ロング本人と直接政策について話し合い、信頼を勝ち取りましょう。早速、ロングとの会談が始まったね。ボラー大統領は、自身の経済計画にロングの支持を取り付けようとしているみたいですね。ロングは政府の大胆な経済介入を望んでいるみたいだから、効果はありそう。ただ、交渉を確実にするため、利権をちらつかせておきます。お主も我よの。ロングとの会談が終わったら、次は南部の上院議員です。ロングの派閥に属してると言っても、彼と同じ考えではないんだね。彼らはロングより穏健で保守的なため、別で説得が必要です。今回は彼らを直接説得します。これで準備ができたから、いよいよ会談を始めよう。ここでは、ロングを会談に同席させるか否かを選択できるようです。ロングも同席させて、南部の議員に圧力をかけるよ。それでは、最後の提案を行いましょう。内容は、どれも大胆なものになっているね。今の危機を乗り切るためには、あらゆる手段を尽くすべきですが、ロングと南部議員の両方を説得する方法は一つしかありません。その説得する方法って奴の望みは分かっている。1940年にはボラーが彼を支持すると伝えろ。これで、ロング派はついにボラー大統領を支持。ゲーム的には、南部のロング派の州が補正を失い、南部の将軍が仲間になりました。保守派が仲間になったことで、議会の団結はより深まり、アメリカ国民も、新政府に期待を寄せているよ。しかし、我々が南部を説得している間に時間は経過し、ついに、コックス軍によるワシントンでのストライキが発生。このストライキは穏健なものだったけど、社会主義扇動家の潜入を恐れた政府は、なんと軍隊を厳戒態勢でワシントンに配備したよ。その後、ワシントンでの出来事はアメリカ全土に広まり、
各地でのストライキはゼネストに発展、ロング派との同盟で安定していたムードは一変し、革命の炎が拡大しています。大変なことになっちゃった。そして、この混乱な状況にもかかわらず、ポラー大統領の乗っていた列車が、爆発の影響で脱線、大統領の生死がわからない状況で、マッカーサー将軍がホワイト案を発動。大統領大丈夫なの？どうやら無事だったみたいですね。ただ、今回の実質クーデターとも言える状況は大きな混乱を生み、マッカーサーの勝手な行動は議会に支持されず、軍は分裂状態に陥っています。この騒動の裏では、社会主義者の手によってラストベルト諸州が掌握、さらに分裂した将軍の一部が敵側に離反する事態に。もはや組織として独立した彼らは、ついにアメリカ労働者会議を樹立。逆祭が始まった。我々は合衆国側に立つ。これにより、アメリカは70年ぶりに分裂状態に陥り、第二次南北戦争が始まることになります。でも、今回放棄したのは社会主義者だけ。いつもみたいに4勢力で戦うわけじゃないから、幾分かマシだね。しかし油断は禁物ですよ。彼らは2勢力の内戦の場合、バフが入って強化されますからね。そんな機能があるのか。そして、主要な工業都市はほとんど敵側です。彼らは早期決着を目指して大規模な民兵を編成しており、連度も高いです。ウナたちも陸軍を改革して、社会主義者に抵抗しなきゃ。並行して民兵も徴兵してください。陸軍の半数が敵側に離反しているので、軍量もかなりカツカツですよ。領土が広いから、こっちは最初に守りを固めよう。我々合衆国陸軍は、マリンクレーグの大規模作戦ドクトリンを採用。現バージョンの最適化すぎてコメントがしづらい。まあ正直、アメリカなら他のドクトリンでも無難に効果を発揮できそうですよね。序盤の政治力が溜まるタイミングで長官を雇っていたから、経験値も結構余ってる。NF でバフが入っているから、グランドドクトリンを早速セットしておこう。それでは、反乱軍の赤どもを蹴散らしましょう。まだ全然埋め切れてないんですけど。領土が広いということは、その分各地の民兵が集結する時間が遅れるということですからね。とりあえず、ニューイングランドは放棄。できる限りワシントンを守りながら撤退しよう。我々の撤退を察知してか、カナダがニューイングランドを占領したみたいですね。今は仕方ない。サンディカリストに取られるよりはマシさ。さらにアラスカも占領されましたね。まあ今は管理できてないから。カナダを倒す口実ができましたね。それ問題発言じゃない？そういえば、前線では銃が不足しているみたいですよ。M1 ガーラントを規格化して大量生産しよ歩兵銃の生産コスト 10% 減は雑にクソ強いですね。これでも軍事工場を建設しないと生産が間に合わないかも。工業地帯が取られているのは痛手ですね。ならこっちは海軍を使って貿易を封鎖しちゃおう。輸送船を攻撃すれば彼らの産業も干上がるでしょうね。東北、社会主義者の攻撃が来たぞ。戦線の穴を突かれて突破されちゃいましたね。セントルイスが革命されちゃった。いや、ここ取られたの結構まずいですね。余裕ありすぎじゃない？あれ、敵さんまだ南下してくるんですか？あ、この状況なら包囲できるかも。私はこれを想定してたんですよ。この包囲も想定内？まあたまにはそういうこともあります。それより、敵軍の大規模攻勢が始まりましたよ。やばい止まらない。こういう突出部は根元を攻撃しましょう。成功すれば逆に大規模包囲できます。さすが東北。よしよし。結構包囲できましたね。これだけ消せば、結構敵戦力も減少したはずです。敵のバフもなくなったみたいだから、今度はウナたちの番だね。しっかり攻勢のディシジョンをしてから、主力部隊を集中させて攻勢。うおっすめ。序盤の大規模攻勢で完全に体力が切れたサンディカリスト。もはやまともな戦闘にもならず、合衆国軍は連戦連勝。攻勢からわずか2ヶ月で、敵本拠地のシカゴを占領したよ。よし、これで彼らは組織的抵抗を行えなくなるはずです。すごい規模の包囲ができた。ここまで来たら、あとは残りの敵軍も包囲して、最後にフィラデルシアを占領したタイミングで、アメリカ労働者大会が降伏。第2次アメリカ内戦は、合衆国の勝利で終結したよ。これにより、大恐慌以来10年以上続いた合衆国の分裂は終焉し、自由と民主主義のもとに統一されたアメリカ合衆国が復活しました。さて、なんとか内戦に勝利したわけですが、もちろん、内戦の後には、荒廃した本土を復興する必要があります。分かってはいましたけど、相変わらずとんでもない補正ですね。新しい国家方針ツリーが出てきたから、これを進めて復興していこう。今回は民主なので、左と真ん中のツリーですね。とりあえず、最優先で復興を開始。民主の建設バフとか正直いらないですけど、科学者が増えるのはいいですね。国民のことも考えてください。ちゃっかり護衛空母を2隻生産ラインに入れてるおとまちには言われたくないですよ。これは国防のために必須なので、それいくらするか知ってるんですかね。安心してください。しっかり産業の再興もします。しれっともらえる研究バフ2枚強い。研究バフを手に入れたら、次はデバフの解除に向かおう。ここら辺の内容は昔と一緒なので、サクッと進めていきましょう。そういえば政治力が余ってるし、政治顧問でも雇おうかな。随分選べる顧問が多いですね。今回はロング派と妥協しているから、
その影響で雇える人が増えているみたい。これ、生産系の人が複数人いるせいでバランスが崩壊してますね。今回はこんな感じで雇ってみたよ。生産、建築、研究、隙がないですね。言ってること全部強い。元町、重大ニュースが入ってきましたよ。なになに、ロング暗殺事件？未遂ですよ。死んではいない。犯人は反ロング紙幣組織のリーダーみたいです。ロングは無事だったみたいだね。彼は連立の重要なメンバーですから、この事件の影響は想像以上に大きいかもしれません。よし、壊れていた産業はほとんど回復した。研究枠も増えたし、ここから造船所と軍需工場を増やしていくよ。まあ、復興の補正で軍需工場の建築速度は低下しているので、造船所優先で構いませんよ。オーケー。最新型の駆逐艦と航空空母を生産ラインに入れておくよ。何この高級ライン。将来的に合衆国海軍は空母30隻規模まで発展する予定。なので造船所はいくらあってもいい。国家予算を使ったお船遊びやめてください。東北は今回どうするの？そうですね。アメリカは MIO がかなり強いので、大胆な手段を編成できそうです。例えば、こちらの砲兵生産企業。バニラの MIO とは随分形が違うね。この企業は最後まで育てることで、資源、上限、効率、転換を超強化できます。小学生が考えたみたいな性能。戦車や空軍、海軍の企業にも強力な補正があります。これ全部の兵器にあるってマジ？全部生産と設計で分かれているっていう点が、ロシアとかより分かりやすくていい感じです。だいぶいろんな遊び方ができそうだから、おすすめの組み合わせとかあったらぜひ教えてね。ちなみに、使わない企業は合併できますよ。ロングが民主党代表として40年選挙の準備をしているみたい。ロング派は民主党に戻ってたんですね。ボラーは大統領選に出馬しないので、彼の意思を継いだロングの支持は高そうです。ロングはボラーの反社会主義の路線を貫いているから、そこも要因だったり。そして、そのボラー大統領ですが、40年1月末に脳出血のため死亡。彼は、間違いなく合衆国を救った英雄だった。彼の死後、臨時の大統領として、副大統領のクレンティン・ルーズベルトが就任しました。この人は史実では大戦争で亡くなった、セオドア・ルーズベルトの息子さんだよ。歴代最年少の大統領みたいですね。彼の掲げるフェアディールがどんな政策なのか気になる。今年の大統領選も目が離せませんね。そうだね。目が離せないね。シュレットと急戦艦を4隻も生産ラインに入れてるの見逃してないですからね。まあ、アメリカなら対艦巨砲主義と航空紙幣主義を両立できるかなって。クロムが足りないんだよな。これサウスカロライナ級じゃなくてモンタナ級戦艦だね。いや名前じゃないんだわ。でも、私も最新型の航空機が完成したんですよ。その名も P45 ホーク。AI 空軍相手なら圧勝できる超性能だ。1万機を目安に生産していこうと思ってます。東北もあんまり人のこと言えないよな。さて、話が横道にそれましたが、大統領選挙までにできる政策はやっておきましょうか。ボラー大統領の意思を継いで、急進派の始末をしよう。彼らを野放しにしていたせいで、レジスタンスがそこら中にいますね。もっと早くやっておけばよかった。まあ、内戦からの復興を優先したおかげで、経済の方はほとんど回復しました。これはボラー大統領の明確な功績と言っていいでしょう。遠く離れた欧州では、ロシア帝国とインターナショナルがドイツに侵攻。第二次世界大戦が始まっているよ。しかし合衆国では、全く別の戦いが始まろうとしていました。1940年、アメリカ合衆国大統領選挙です。なんと、ルーズベルトがロングを政権から更迭したのか。これにより、民主党と共和党は再び対立し、二大政党による選挙戦が始まりました。今回の主要政党は、共和党と民主党の二大政党。ようやく、いつもの大統領選挙に戻ったって感じ。ルーズベルト大統領は、ここで、ニューイングランドの奪還を画策。そういえば、ずっと強商に保護されたままだったね。カナダとの協議の結果、ニューイングランドを含む合衆国領は返還。この協議を成功させたルーズベルトは、支持の拡大に成功しました。ニューイングランドの国民は、確実に共和党に票を入れるだろうね。いよいよ11月、選挙の日になりました。南部を中心に全国的に支持層を広めたロング、領土の奪還と内戦からの復興を進めたルーズベルト。果たして勝者はどちらか。ロングが勝利した。おう、ここでまさかのロングの勝利。これで4年ぶりに民主党が与党になり、ロングのツリーが解放されます。国家元首もロングになってるね。効果もなかなか強い。これで、民主的な方法でロングルートを遊ぶことができますね。わお、これそのまんまロングの NF じゃん。そうです。このルートは民主 NF で復興を堪能した後、ロングルートまで遊ぶことができます。アメリカの中で一番 NF 量が多いかも。ちなみに、選挙の結果はこんな感じです。見事に、社会主義者がいた地域が、民主党に、ニューイングランドが共和党に分かれたね。ロングの富の共有政策が工業地帯の人々の心を掴んだみたいです。国民精神にしれっと、富の共有が追加されてるけど、効果は何もないね。国家方針を進めれば中身が増えていきますよ。けど、
その前に他の国家方針を先に終わらせておこうかな。まずは、未だに行っていた復興を終了しますか。これで、軍需工場を爆速で建てられるようになるはずです。ということで、建設はこんな感じ。軍需工場しか建ててない。こんなに建てて、何を作る予定なの？今回作るのは、重戦車20駆逐、重自走砲です。なんだこれ初めて見た。大量の資源、圧倒的生産能力があるアメリカでしか使えない高級品ですよ。明らかに過剰だし、資源の無駄遣いだよ。ちょうど急戦艦と空母を同時に作ってる人には言われたくないですね。論破されちゃった。次は農業補助金を出し、内戦による経済悪化から完全に脱却します。なんかさっきから復興の最終段階だけやって完遂させてやった感出してる？タイミングがたまたま一致しただけですよ。そういえば、海外情勢って今どんな感じなんですか？確かに、最近、国内のことで手一杯だったから見てなかったかも。インターナショナルでかくない？しれっとカナダまで侵攻してますよこいつら。てかドイツ帝国は？ドイツは1年ほど前に東西から挟まれて崩壊してますね。この覇権国恐ろしいほど役に立たねえ。それじゃあ我々自身で、インターナショナルに対抗すればいいんですよ。ここで原点回帰、モンロー主義ってわけだ。これで、インター加盟国のメキシコを攻撃できるようになりましたね。ここでカナダを守るために参戦しますか？いや、まだ準備ができてない。新たな陣営、米州機構を設立して、中南米の小国を保護するよ。本音、クロムの供給が不安なので、カリブ海の諸国を従属国にしたい。おい。よし、これで、独自陣営の米州機構を設立。陣営の新システムにも対応しているみたいですね。ちなみに、最新バージョンだと、しっかりアイコンまで実装されています。アメリカって感じでめっちゃかっこいい。この陣営のマニフェストは、モンロー主義の強化。新大陸の全国家を陣営に引き入れることが目標だよ。ちなみに、画面のは最終形態ですが、政治力上昇に消費財減少と、結構効果が強いですね。早速、クロムの一大生産地のキューバを招待。他にも、ペルーが招待できるみたいなので、やっておきましょう。米州機構の加盟国には、固有の国民精神が追加されるみたい。お、圧倒的経済支配、クロム不足が解決したので、安心して戦車が作れますね。今回使うのは、こんな感じの高級編成です。なんか強そう。それじゃあ今から、ロングの制作を進めていきましょう。タイミングおかしくない？文句は、撮影中の投稿者に言ってください。富の共有政策の第一段階は、貧者の救済。収入が少ない人や老人に手当を与えるみたい。週ごとの安定度 0.5 手。補正めっちゃ強いですけど、資金はどこから出てくるんですかね？その資金なんだけど、富の共有の補正に、徐々に消費財が増えていくみたい。なるほど。結構理にかなってますね。てかこの場合、軍需が制限されることになるので、今の外交方針と相性悪いんじゃ。そこをまあ、アメリカの圧倒的工業力で賄おう。次は、ストライキの禁止を制定するみたいですね。反サンディカリズムとはいえ、ここまでするんだ。低所得者には政府からの援助もあるので、それを頼れば問題ないでしょう。そして次は大衆教育の徹底。労働者だけじゃなくて、教育もテこ入れするんだ。これで、戦争協力度にも補正が入るね。そして、次に、農民に対して助成金を交付。医療制度に対しても改革を行い、国民が膨大な医療費を支払わなくても良いようにしましょう。あらゆる方面で革新的な改革を行っているね。これは、国民からの支持も高そうだ。その裏では、大量の資金が使われているわけですがね。国民を過激派から守るためにミニットマン法を執行。拡大した軍隊の完全性を維持し、国民からの正当性も確保できるでしょう。これで、ようやく、内戦からの回復が完遂するみたい。ロング大統領はまだまだ止まりません。次は、週休4日制を制定するようです。大胆に出たね。労働者からの支持と国内全体での消費を促進する狙いがあるみたい。この制度の維持のために、政府による大企業の監視と産業指導を行いましょう。さっきから思ったけど、ロングの考えはまさに、権威的民主主義って感じがする。彼の強力な指導力は、まさに、慈悲深い独裁者と言っても過言ではないでしょうね。例えば、次の公共事業計画などが、まさにそれですね。公共事業って言っても、もう復興は終わったよ。原子炉の特別計画が終わったみたいですね。ちょうどいいですし、これをたくさん建設させましょうか。おう、世界最先端の発電設備か。面白そう。たくさん建設ラインに入れちゃおう。なお実際に発電するのは、次の特別計画の商業原子炉なので注意です。その後も、ロングは物価の固定や、クークラックスクランなどの過激派の排除などを行ったみたいだよ。1944年、協商国がインターナショナルに降伏したことで、合衆国は完全に、南北をサンデカリストに挟まれる形となりました。カナダを見捨てちゃったのが、結果的に悪い状況を招いちゃったね。しかし、我々は、ロング大統領による富の共有により、4年間で国力を完全に取り戻しました。今こそ、サンデカリズムに対する十字軍を派遣するべきなのです。それじゃあ、戦争計画を遂行するために、現在の軍事力から確認していこう。陸軍は、ここ数年で部隊の一部の機械化、
大量に生産した自走砲を入れたので火力も抜群です。さらに先ほど紹介した機甲師団や海兵もいます。空軍に関しては P40 に加え最新型戦闘機の P51 マスタングを生産、近接航空支援機を含めると1万機ほど配備していますね。この規模の陸空軍に対抗できる国家はロシアくらいかも。海軍の方はどんな感じですか？そうだね。海軍も初期からだいぶ拡張できたよ。空母25隻に加えて戦艦24隻、軽巡80隻、駆逐艦380隻を展開中だ。ワーカーズネイビーにも余裕で勝てるはずだよ。なるほど。正真正銘世界最大の海軍ってわけですね。それではこのまま開戦といきたいですが、その前に44年の大統領選挙の結果から見ていきますか。今回の共和党候補はロバート・タフトか。まあ、この4年間の功績を見れば結果は一目瞭然。再びロングが圧倒的得票率で勝利したみたいです。まあそうなるよね。これで政治の基盤も揃ったので、新大陸の国家を物理的に保護していきましょう。中央アメリカとパナマ、プエルトルコに宣戦布告。インター戦に備えて軍事演習って感じですね。ただの侵略戦争なんだよな。海兵で上陸するので海上支配の確保をお願いしますね。任しゃ所詮は中小国に寄せ集め、上陸にさえ成功すればあっさり降伏しましたね。よし、カリブ海の保護完了。現地に親米政府を設立して経済圏に加盟させるよ。中米いっぱいが仲間になったのは結構でかいですね。同盟国が増えると新アメリカ帝国主義を取得できるようになるので取っておきましょう。さて、それじゃあ今度こそ準備ができた。新大陸をサンディカリストから守るために合衆国はメキシコとカナダに宣戦布告。これによりフランス及び第3インターナショナルの加盟国とも交戦状態になり、我々は世界の半分を支配する強大な勢力を敵に回すことになりました。こう聞くと結構無茶なことしてる気がする。宣戦布告と同時に合衆国陸軍はカナダとメキシコを攻撃。連度に差があるものの重戦車の圧倒的火力と機械化師団の機動性で相手を圧倒。カナダの臨時政府は開戦数週間で瓦解。所詮は合衆国の圧倒的勝利だね。インターナショナルの主力軍も北米に派遣されていたみたいなので、この勝利は大きいですよ。そしてメキシコでも合衆国軍は快進撃。メキシコ政府もあっさり降伏し、北米から革命勢力は駆逐されました。思ったより合衆国軍が強くて正直びっくり。西インド諸島も確保できたので、これで合衆国を直接脅かす脅威はいなくなりましたね。それじゃあここからは海軍の出番だ。大西洋を越えて欧州を目指そう。残念ながらこの戦争に途中講和はないので、主要国のフランス、イギリス、イタリア、スペインを直接倒す必要があります。最新バージョンでは制海権のシステムが海上支配に置き換わって、以前みたいに打撃任務だけで上陸ができなくなったんだよね。これどうやって海上支配を確保するんですか？今回は軽巡を哨戒任務で派遣して確保しているよ。敵の攻撃を受けたら打撃の主力艦隊が迎撃に向かう感じだね。それでは1年かけて上陸作戦を立案したので、早速欧州を目指していきましょう。まずは大西洋の島しょ部カーボベルデとアゾレス諸島を目指して出発。結構しっかり守られていますが、なんとか上陸に成功。欧州上陸のための橋頭保の橋頭保を確保できました。これで欧州周辺の海上支配を確保できたね。次はアイルランドに上陸するよ。安定した戦力を欧州に派遣するためには必須ですね。上陸作戦は無事成功。装甲化された海兵の力でアイルランド軍を蹂躙し、20師団以上を殲滅。アイルランドをカリストから解放したよ。これでブリテン島に上陸できるレベルの陸空軍を派遣できます。潜水艦隊も派遣して彼らの通商破壊も行うよ。特にイギリスは島国ですから効果は抜群でしょう。ついでに爆撃機やミサイルも飛ばして徹底的にインフラを破壊しておきます。人の心とかないんか。そして極めつけはこちらの核兵器。うわ、完成してたのか。さすがに無理があったので投下には失敗しましたが、そんな軽いノリで飛ばさないでほしいんだけど。それではブリテン島上陸作戦を発動。沿岸には大量の守備隊がいるね。ですが港のない地域で上陸に成功。その後装甲海兵の機動力で港の確保に成功しました。やった、橋頭保を確保だ。上陸に成功すればこっちのもの。重戦車と機械化師団を派遣し塗り絵していきましょう。イギリス軍はロンドンで必死に抵抗したけど陸空の連携でこれを殲滅。これでインターナショナル主要国のイギリス連合が降伏したよ。よし、勝った。これは勝ちましたわ。イギリスがいなくなったことでインターナショナルの空軍が減少。あっさり制空権を確保できるようになりました。それじゃあ満を持して欧州上陸作戦だ。オーバーロード。上陸は難なく成功。陸軍の主力150師団で欧州を蹂躙しましょう。フランスの首都パリを占領。首都を失ったことでインターナショナルは戦意喪失。1950年4月フランスが降伏。残った主要国のスペイン、イタリアが降伏したことでついに
サンディカリストとの戦いは終結したよ。合衆国は孤立無援でありながら、独力でインターナショナルに勝利したのです。この後は日本との太平洋戦争だったり南米との戦いもあったんだけど、完全にインター戦と同じだったからカットさせてもらいました。尺も30分超えてますからね。合衆国の復興だけではなく、独自の経済圏の確立まで果たしたロング。彼はついに合衆国の根幹である選挙にも手をつけ始めたよ。選挙の保護と銘打って各投票所にミニットマンを派兵するみたいですね。これによりロングを選挙で破る方法はなくなり、彼は終身大統領に。国民は王様になることを約束されましたが、実際には一人のキングフィッシュに全てを委ねる市民となったのです。ということで KR アメリカ合衆国プレイはここまで。非常に濃い内容だったんですけど、なんとか一本にまとめられてよかったです。 KR アメリカは今回のルート以外にも様々な勢力が存在するから、ぜひプレイしてみてね。今回の動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録と高評価をしてもらえると励みになります。それでは次の世界戦でまた会おう。ご視聴ありがとうございました。